皆さんこんにちは。布施テニスラボ布施俊二です。今日、武蔵野ローンテニスクラブからお送りしています。今日は、第5回目ということで、今までラケットの逆の動きだとか、外旋内旋の動きを主に上半身の話をしてきましたけども、今日は、特に重要な下半身の動きや膝の動きについて、説明をしていきたいと思います。今日の第5回目でフォアハンドの基礎編については、ほぼ全部が終わるという形になりますので、ぜひ動画を見ていただいて、自分のテニスの糧にしていただければというふうに思います。では参りましょう。どうぞ。はい、では今日5回目は下半身の動きについて説明したいと思います。まずは動画としては左足、ラケットを持っている方の足の蹴りの方向だとか動きについて見ていただきます。また前足のキックバックですね。この前足の膝の動きについても動画を見ていただきたいというふうに思います。ずっとですね、遠心力について話をしてきましたけども、まず遠心力を生み出すのがラケットを持っている方の左足で、遠心力を生み出す、地面を蹴ることで外旋を、発生させて、遠心力を生み出し、上半身の力を使って、ラケットを前に振り出してくることで遠心力をうまく使うことができます。最後に前足をキックバックすることで最後まで遠心力を使い切るという動きになりますので、この遠心力を生む、使う、使い切るという3つの、動きについて、見ていただければというふうに思います。まず左足の方については、打ちたい方向に対し、前に蹴ってしまうと体ごとラケットが前に動きますので遠心力が、失ってしまったりしっかり効いてこないということが起こります。動画の1でも説明しましたけども、遠心力を発生させて、ラケットを前に出すためには、スイング中に逆の動きをしていくことが、重要です。まず左足は真下に蹴ることがその逆の動きにつながります。この真下の方向です。もしくは後ろに蹴ることで逆の動きをすることになりますので、後ろ足を後ろに蹴る、真下に蹴るという動きを、やっていきたいというふうに思います。そして、右足ですけども、右足については特に前に流してしまうと、膝を流してしまうとラケットと膝の動きが同じ方向に動くことになるのでラケットは、加速しません。逆の動きという意味でも右足を、キックバックですけども、おそらく真下に蹴るようなイメージだと思いますけども、蹴っていただくことでラケットはその分加速して前に出ていくということになるので、この前足のキックバックの動きをしっかり取り入れていっていただければというふうに思います。イメージとしてはブランコを漕ぐときに前にラケットを勢いをつけるときに膝を使ってブランコを漕ぎますけども、そのタイミングとなります。よく伸び上がって打つようなイメージのふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんけども、一緒に伸び上がってしまったんでは前に行くのと一緒で、ラケットは加速しません。どちらかというとキックが起こってからラケットは前に出ていくというイメージですので、そうでない時間差がないと蹴った力が腕に伝わるまで時間差がありますので、同時ではないというふうに捉えておいていただければと思います。あくまでも後ろ足のキックによってラケットが外旋、腕が外旋をして、そのラケットの
最後の振り、インパクトから以降のところをキックバックでラケットを前に出していくという形になります。少し時間差があって動くということを忘れないようにしていただければと思います。ではまず動画を見ていきましょう。それでは、まず左足をうまく使えていない、例からやってみたいと思います。この場合左足を、前の方向に蹴り出しているためにラケットが、一緒の方向に動いてしまうというのをまず見ていただければと思います。今のように左足を前に蹴り出すとラケットと蹴る方向が一緒になってしまいますのでラケットが、加速しないということが起こります。本来は左足を下に蹴り込むということが大事なので、次はその例をやってみたいと思います。はい、では次に、左足を下に地面反力をしっかり捉えて下に蹴ることで、腕の、外旋を誘発するような打ち方、こちらのいい例の方をやっていきたいと思います。今のように前に出るのではなくて真下に蹴る動きというのをまずは覚えていくという必要があります。最終的にプロが練習している時にですね左足が出てきますけどもあれは打った反動で出るっていうのは問題がありません。今はまずは左足をしっかり下に蹴るという練習をしていきたいと思います。それではドリルを少しやってみたいと思います。左足をしっかり、地面を真下に蹴るもしくは後ろに蹴ることで、逆の動きを入れるということができるようになります。この左足の使い方をまずは覚えていく必要がありますので、ドリルとして左足を後ろに蹴りながら打ってみたいと思います。このように後ろに蹴りながら打つことで、ラケットはその反動で前に出ていくということが、起こります。プロの練習や、選手の練習を見ていると左足が最終的に後ろ足が出てくることありますけどもあくまでも蹴った後の反動で出るという動きになります。一緒に出てるわけではなくて蹴った反動で出るということだということを、理解しておいてください。次のドリルです。動画の2作目の動画でタオルを使ったドリルを紹介させていただきました。タオルを回して前に振るというものでしたけどもこのドリルに左足のキックを入れて練習をするというのもいいドリルです。タオルが後ろに倒れ込んだ時に足を蹴る回してタオルが後ろに振った時に前に蹴るということですね。この足の動きと手の動きを連動させることによって、ラケットの動きをコントロールすることができるようになります。また、遠心力を効率的に、生み出して使っていくという動きに必要な動きですのでぜひタオルを、しっかり回してこのタオルの動きに合わせて足を後ろに蹴るなり、地面の真下に蹴るという動きの練習をしてみてください。次に
先ほどやったタオルのドリルを実際ラケットを回してみて、しっかり蹴るタイミングとボールを打つタイミングを合わせていくという練習です。これによってラケットの遠心力の生み出しから使うところまでは、習得が可能となりますので、ぜひやってみてください。少し初めは戸惑いもあるかもしれませんが、繰り返し練習することでラケットが回って打つということが、体感できると思います。ではやってみましょう。次に、重要な下半身の動きの中で、前足のキックバックという話もしています。このキックバックができていないとどうなるかをまずやってみたいと思います。今のが前膝をキックバックせずに前に流して打ってる例です。次に前膝をしっかりキックバックをする。これはブランコを漕ぐような動きに近いですけども、キックバックすることでラケットが前に出ていくというのを見ていただければと思います。今のようにしっかりキックバックすることでラケットは前に出ていくという形が見て取れると思います。いかがだったでしょうか。フォアハンドの下半身の動きについて今日は全体的に説明をさせていただきました。左足と右足は違う役目をしていますので、ぜひキックの方向やキックバックの仕方について練習していってください。次の動画ではフォアハンドの、遠心力の生み出し、使い方、それから使い切りについて、通して説明をさせていただければと思っています。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。É difícil me pegar. Não tente me dar lapada, sou ligeiro, sei voar. Sou esperto, ninguém vai me esmagar. Quanto mais de nós tu matas, mais de nós irão brotar.